メラチャンネル。こんにちは、四国メタンです。こんにちは、ずんだもんです。今日は伊豆市で皿そばを食べて丹後半島を回るコースでの日帰りツーリングです。先日山奥の道で修理不能のパンクをしたので、格安の外国産のバイアスタイヤを履きました。あの時は大変だったよな。でもいろんな人にお世話になったおかげで、その日中に家に帰れましたね。一時はどうなることかと思いましたけどね。予期せぬ出来事で格安の外国産タイヤに履き替えたので、経験不足の素人ですが、こんな経験をする人も少ないだろうと思い、動画を作成することにしました。バイクの素人のあなたがそんな動画を作ってどうするのですか？外国産の格安タイヤといえ、新品のタイヤだし、いきなり交換するのももったいない。でも MT-09 のマニュアルには、タイヤはメーカーも銘柄も指定があるぞ。だから皆さんに広くご意見が聞きたいという思いから動画を作ることに決めました。私はバイクの知識も乏しく、タイヤの知識も乏しいリターンライダーです。今後の参考にしたいと思っておりますので、ぜひコメントでご意見やご感想をいただけると幸いです。履き替えたタイヤとメーカー指定のタイヤの両方ともホームページアドレスを概要欄に記載しておきますね。正直に言うと、前輪のタイヤはまだ使えそうなので、どちらかが交換時期に来たら前後同時に変えようかと思っています。それで本当に大丈夫なのか？そこなんですよね。決心がつかず、ちょっと悩み中です。高速道路を走行中、タイヤが破裂したりしないのか？まずタイヤをじっくり眺めて、メーカーと銘柄を確認してみます。キムソンというメーカーとサイズは確認できるな。ホームページで確認すると、このメーカーは日本のJIS規格を2016年にクリアした工場で生産しているそうです。最低限の品質はあるようだな。スクーターや株のタイヤではよく使われるみたいですね。スクーターや株ならバイアスタイヤで十分だな。MT-09 のリアタイヤのサイズの銘柄は1種類のようですね。ラジアルタイヤではなくバイアスタイヤだな。タイヤをよく確認すると、小さく記載がありました。 ES689 だね。ただお店の方から聞いていましたが、長期在庫品とのことでした。だから格安で提供していただいたんですよね。でもタイヤを用意している時に見ましたが、きっちりとビニールに包装されていました。しっかり保管されていたようで、大きな劣化はなさそうです。でもやっぱり長期在庫品ならしばらく使いながら気をつけて見ていた方が良いかもね。そうですね。しっかり観察してみます。実際に乗った感想はどうなのですか？またがって一番最初に感じたのは、シートの高さが上がったこと。すり減ったタイヤから新品のタイヤになったんだから、当然数ミリ高くなっているはずだよね。今まで両足ならバレリーナ、そのつもりでまたがるといつもと具合が違う。両足ならつま先すら届かない。そうだろうね。パンクした時にたくさん歩き回りましたので、両足は筋肉痛。そんなところに準備運動なしにタイヤ交換したてのバイクにまたがり、出発しようとした時に思わず右足がつってしまいました。でもそれはキムソンじゃなくても新品タイヤならそうなりますよね。全くその通りですね。和歌山県田辺市でタイヤ交換して大阪へ向けて家路に着くも、いきなり高速道路に乗るのもどうかと思いました。最初は下道をゆっくり走った方が良さそうだな。普段は暗くなる前に家に帰るようにしていましたが、この日はすでに真っ暗。
すぐには高速道路には乗らず、下道をゆっくり走り始めました。下道での新しいタイヤの感想はどうだったんですか？下道で法定速度内なら全く違いを感じることができません。そうなのか？しばらくして高速道路に乗ってみましたが、ハンドリングは素直で気になるところはありませんでした。法定速度内でまっすぐ走っていれば不安はない。夜なのでゆっくり走っていたしね。ただ追い越し車線に入ろうとして大きめにアクセルを開けた時、少し不安になりました。 MT-09 のパワーに負けてスリップでもしたのか？私の MT-09 にはトラクションコントロール付きで2の設定ですので、ほぼスリップはしないはず。では何が不安になったのかな？タイヤを変えてすぐなので自分の感覚を信じますが、自分の経験値と表現力では何がどう不安なのかが説明できません。外国産の格安タイヤだという先入観だけで不安に感じたのでは？そうかもしれませんね。それと久しぶりの夜の走行だったので道路状況の確認がしづらく、少しの動きでも不安に感じた部分があったのかもしれませんけどね。やっぱりあなたの腕前がそんなレベルなんでしょうね。でもね、次の日の昼間によく行く峠道を少し元気に走ってみましたが、滑る気配はないのですが、やっぱり何か不安です。やっぱり破裂しそうなのか？そうじゃなくて、路面の接地感が今までのタイヤと違ってつかみにくい。多分タイヤの構造自体が違うからだと思います。どんな感じなのかな？そうですね。今までのタイヤはラジアルタイヤで、調べてみるとサイド部分が柔らかく変形しやすいそうです。今のタイヤはバイアスタイヤですね。バイアスタイヤはサイドが硬く変形しにくいそうです。バイアスタイヤならワンクした時に接地面積が変わるせいかもね。以前乗っていた MT-25 のタイヤをラジアルタイヤに変えた時は逆のパターンでバイアスタイヤからラジアルタイヤでした。だから高速道路の段差でもショックが小さくなり、接地感は大きくなり、安心感が高まりました。そうだったんですね。峠道や高速道路ばかりでロングツーリングすると疲労度合いが大きいかもしれませんね。しかし一般道を交通の流れに合わせて走る分には大きな違いを感じません。でも最近は都会を抜け出すために高速道路をよく使うよね。高速道路での不安感は少し増えたと思いますが、慣れてしまいそうな気もします。次にラジアルタイヤに付け替えた時、違いを感じるんでしょうけどね。でも最新の MT-09 にこのタイヤはどうなんでしょうかね。そうですね。オーナーとしてもお世辞にも似合っているとは思っていません。やっぱり気持ちの問題もあるもんね。バイクってやっぱり趣味のものですので、自分の満足いく状態で乗りたいですしね。そしたらメーカー指定銘柄の新しいタイヤに履き替えるのか？お小遣いの段取りをしなければいけませんね。でもこの前奮発して省エのヘルメットを買ったところだぞ。確かにそうですね。MT-09 に最初からついていたタイヤなら前後で工賃まで入れると8万はかかるぞ。指定銘柄でなくても有名メーカーの型落ちのラジアルタイヤなら安く売っている場合もあるよね。でも安く交換できるタイヤでも有名メーカーのラジアルタイヤなら全部で5、6万は必要だぞ。何ヶ月かいろんなことを辛抱しないといけないですね。でも夏場は釣りに行く機会も多いので辛抱できるのかな。まあ流行りのウイルスがまた社会を騒がせてるみたいだし、しばらくじっとしてお小遣いを貯めるとしましょうか。その間はタイヤにも余裕を持って安全に
そうですね。わかりました。今日はこれで動画はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。タイヤに関するご意見やご感想もコメント欄からよろしくお願いいたします。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。